はい、伊丹ローズガーデンの広沢です。今日はここ神戸のバラ園に2週間ぶりで来てます。2時間ぐらい前に到着してびっくりしました。すごい水枯れしてて、1時間ちょっとかけて水やりを終えたところです。かなり土壌がねカラカラになってるんで、もう一回水やりした方がいいかなと思うんですけれども、これから草引きをしてで水やりをして、今日は静止はせずに、ちょっとバラのもうかなり咲いてきてるんで、中にはもう満開過ぎたのもあるんですけれども、花の動画を撮っていこうかなと思ってます。あと消毒もする予定ですので、作業を少しで花の動画をご覧いただこうかなと思っております。これはカタバミ。今水やったところで土湿ってるんですけども、カラカラだったんで、この上床めっちゃ乾くとこみたいで草もあんまり生えてないですね。これもカタバミ。これ結構しつこいですよね、カタバミ。これハイブリッドティーのカーディナル、満開も過ぎてますね。かなり足元からシュートがもうニョキニョキと出てきてまして、こんな感じで123、4本シュート出てますね。ちょっとシュート処理しましょうかね。こんな感じでね、また出たばっかりのやつは、枝分かれさせたい位置でね、ポキッとこう折るぐらいでいいですね。ポキッとこう折ってください。これもね、ちょっと中に出てる枝ではあるんですけれども、この辺でピンチして、でここから枝分かれして、このシュートが充実してくるっていう感じですね。ここからシュートがね一番下から出てるんで、この辺で枝分かれしてほしいんで、こうですね。折る時にね、ちょっとこの葉っぱのここから芽が出てくるんで、ここのアロワンスはちょっと多めに残しておいた方がいいですね。もうアスパラガスみたいにすごいみずみずしいんで、そのうちスーッとこう枯れ込んできます。だからここから出た芽がここはシューッとこう下まで枯れ込むと、反対側にギューッとこう曲がって芽が出てくるんで、ここはある程度枯れ込んでもこっち側にちゃんと芽が出てくれるようにね、まっすぐ上に芽が出るような感じでと、こっち側に出るっていう感じで、ちょっと多めに、普通の超過切りよりも多めにアロワンス残します。でこれもね、動画で映ってるかな、この枝もシュートなんですね。よいしょ。こんな感じでもう結構70センチぐらい伸びてるんですけれども、途中シュートですんで、これもちょっと短めであるけども、ここで切っときます。こんな感じですね。でここから枝が出るっていう感じにしときます。はい、1ヶ月前の動画でピンチするところね、切ったんですけれども、シュート今こんな感じになってますね。4月に出たシュートの2段目がもう結構伸び出してきています。で、この形樹形から見ると、今年というか今シーズン植えたばっかりの苗ですので、花枝は下の方でわしゃわしゃと出てますけれども、このシュートが将来のっていうか今年の秋と来年の春咲く花の、一番立派な主幹となる枝ですね。で2段目も結構伸びてきてるんですけれども、これピンチするとまたさらにぐーんと伸びていて、すごい背高くなるんで、一旦この2段目はそのまましといて花咲かせようと思ってます。でこの株もね、1ヶ月前の動画でシュートピンチ、これは確か指でポキって折ったと思うんですけれども、この枝ですね。よいしょ、こんな感じで、はい、ここでね、ピンチした枝ですけれども、これも2段目立派な枝がこう出てきて、で先っちょ今こんな感じですね。これ1本だけ枝が出て、で2段目が今ここまで伸びてますね。この枝ももう花咲かして、あんまり背高くならないようにします。でその奥にこれ下から出てる、これの枝分かれだと思ったら、
これ下から出てるシュートですので、先っちょこんな風にねわーって房になってるんで、これも一旦ちょっとピンチしときます。切っておきます。ここで切って花咲かせないようにね、こんな感じでほうき状につぼみ出ますので、一旦切って、同じように2段目が出たらそれを咲かすっていう感じで枝を作っていくようにします。はい、これはゴールデンメダイオンでした。シャルル・ド・ゴールですね。ちょっと樹勢弱めな品種なんですけれども、今シュートがねこっち側に見えるかな。この枝ですね。これとそれからこっち側にもねこれ立派なのが、シュートが2本立ち上がってます。もうほぼベーサルシュートという感じで、こんなところからずっと毛虫ですね。同じように、こんな感じですね。からこっちもね、よいしょ、この下の方からニョキーッと出て、今こんな感じになってますね。はい、これもだいたい全体株全体から見るとここで切るのがいいかなという感じですので、ここでもう折れないです。ハサミで切ります。よいしょ。これぐらいアロアンス残してね、できるだけ長く枝残しておいた方がいいですね。デュラマめっちゃ樹勢強くてね、シュートもおそらく1日5、6センチ伸びるんじゃないですかね。もうこんな状態になってまして、先にもうつぼみがついてきてるんで、ここですね。ここで切って、シュートのね、この葉っぱの根元を見ていただいたら、こういうふうにちっちゃい芽がね、ちょろっとこう出てるとこっていうのは、もう立派な枝、シュートの2段目のね、立派な枝が上がってこないんで、こんな感じですね。このちっちゃい芽がちょろっと出てるところは、ここで切っても芽が上がってこないんで、その1個下で、こういう状態で芽が出てない、ちっちゃい芽が出てない状態のところで切りました。はい、ここですね。結構外側にねピヤって出てる横向けでもないんですけど、外側に出てる枝だったんで、あえて内芽、これもダメだね。これちっちゃい芽が出てますね。だからここですね。もう一個下。はい、ここで切りました。こんな感じですね。地際から40センチぐらいですね。ジャソジョイのシュート。ちょっと細めですね。ここでプチッといっときます。こんな感じですね。からミスターリンカーン。これね、大きいふわっとした花なんですよね。上の方もシュートに近いような枝上がってるんですけれども、これつぼみ持っててね、花枝として、花を咲かせたらいいかなと思います。下から出てるのこれね。ここにもおるがな、こいつが。おい、やめてくれ。お気を取り直して、はい、全体の高さはこんな感じでちょっと背高くなってしまってますけれども、また低い位置で枝分かれできると思います。こんな感じですね。ヨハン・シュタラウス。すごい樹勢の強い品種ですね。ヨハン・シュトラウス。こんな可愛いベビーピンクの花が割と房でそこらも結構出てくる花ですね。マーガレット・メリルです。ブライダルピンク、房咲きの品種ですね。いっぱい花芽上がってるんだけど、水枯れでみんなお辞儀しちゃって大変なことになってますけど、だいぶ持ち直してきました。2時間ぐらいですかね。でだいぶ持ち直しましたね。
ゴールデンメダイオンです。ここにも花むぐり中にいてはります。しゃあないやったな、手で取るしかないですね。これは綺麗だな。ピース、堂々とした花ですね。ロフトボルケ、殿堂入り品種なんですよね。もうほぼ真ん中の花は終わりっていう感じで、全体的な印象としてはがっしりとした株立ちですね。これも殿堂入り品種、イングリッド・バーグマン、ベルベット赤ですね。このイングリッド・バーグマンの赤っていうのが、赤バラの一つの基準かなと思います。これももう花満開過ぎてますね。これなんかつぼみの段階の花を見るとワクワクしませんか？さっきもありましたけどね、でもシャルル・ド・ゴール、藤色の品種です。レディローズ、オレンジの花ですね。樹勢はそんな強くないんですけども、株はよくできてます。ちょっと真ん中の花がね、もう終わってるんで、真ん中の花だけ取ってやると、ちょっとちっちゃめの花がね、数咲きますね。クレプスキュールのウィーピング。ちょっと調子悪いですね。どうしたのかなっていう感じですけど、シュートが全然出てなくて、でもよく咲いてます。今年は頑張ってシュートを伸ばしていただきましょう。これね、題名が思いっきり出てますね。これは題名は書き取りましょう。よいしょ。切ったらダメですよ。切ったらもう際限なく出てきますからね。でもこうやって書き取ります。チェビーチェイス、ミニですかね。もうウィーピング仕立てですね。花芽はたくさんついてますね。これからわーっていっぱい咲きそうな感じです。シュートの数が少ないですけどね。これはポールノエル、よく咲きますね。少しね、返り咲くランブラーなんですよね。枝はやっぱり5メーターぐらい伸びる、ものすごい樹勢の強い品種で、こうやってウィーピングにしてもすぐ地面につくぐらい、2メーター継ぎのウィーピングですけどね、地面につくぐらいシュートはすぐ伸び出しますね。ブラザーカドフィール、イングリッシュローズですが、ちょっとやっぱり水枯れで、肥料も濃かったでしょうね。花が少し小さくて、そのうち持ち直してくれると思うんですけどね。ちょっと元気ない感じです。隣はガートルド・ジェキルの木立風仕立て。ここのガートルド・ジェキルは全然花満開になってなくて、三分咲きっていう感じですかね。場所によって随分差があるなとは思いますが、切ってもね、こんだけ花上げてくるという、木立といってもいいぐらいの咲きっぷりですね。フォルスター、ちょっとブルーイングして赤紫っていう感じの花ですね。はい、LD ブレスウェイトですね。割とイングリッシュローズとしては綺麗な赤に近い赤かな。赤に近い赤っつうのもおかしいけど、意外とね、赤って言っても濃いピンク、特に春はね、濃いピンクで咲いたりっていうのがありますけども、LD ブレスウェイトは割と赤く咲きますね。シャローカップからロゼット咲きになる品種ですね。グラハム・トーマスです。つぼみがみんなお辞儀してって、ほぼ今3時間経ってようやくちょっと持ち直してきたかなっていう感じですね。
かなり大きいシュラブローズとして木立でねこうやって切ってやってもよく咲きますね。メアリーローズ、グラハム・トーマスと同級生でね、グラハム・トーマスとメアリー・ローズが発表された時に、デビッド・オースティン・ローズの名を世界に知らしめたという、ヒット商品ですね。カーディナルですね。結構supplyが上がってくる品種ですね。はい、それでは消毒します。今回作る薬は、殺菌剤がベンレート。病気全然出てなくて、若干鼻首のところにわずかにうどんこが出てるのが2、3株あったぐらいなんで、予防的な、効果ということで、ベンレート、これベノミル水和剤といって、治療効果もある。で、しかも2000から3000倍で使う、非常に高倍率で使って、葉っぱがあんまり汚れないっていう便利なものですので、今回ベンレートを使います。3000倍で使います。それからモスピラン、これはネオニコチノイド系のね長い間効く薬ですけども、毛虫がね樹木から梅の木と桜の木が周りにあって、でそこからいろんな毛虫がいっぱい落ちてきてバラを食っとるんで、それの対策にもなるかなと思います。で、ベンレートはね、これエトヘンプロックス、トレボン、こいつと混ぜると沈殿するって説明には書いてあるんで、トレボンとは一緒にベンレートとトレボンは相性悪いみたいなんでね、沈殿しちゃうみたいなんで一緒には使えません。今回乳剤なしのねモスピランとベンレートで、粉同士なんですけれども、で、転着剤はいつものアプローチを使います。それと、アミノ酸系の活性剤のプラス10ですね。はい、今回以上を使います。入れる順番としては水みたいなもんなんで、まずこれですね、アミノ酸系の活性剤のプラス10を先入れます。はい、それで次はアプローチ BI1000 倍ですね。今回100リッターですので 100cc ですね。はい、これで水和剤と顆粒水溶剤を測ります。ベンレートは3000倍なんで 33g ですね。はい、でモスピランは、2000倍で使いますんで、はい、83g。先水入れて少量の水で溶いた方がいいですね。モスピランはね顆粒水溶剤でもうすぐ溶けちゃうんですけどね、ベンレートは水和剤っていうやつでね、粉なんでちょっと溶けづらい。やっぱりこうやって少量の水でね完全に溶いてから水に入れた方がいいですね。はい、OK です。これで入れます。はい、それでは消毒します。今回も使う粉香はヤマホの霧なしズーム、泡で出る粉香ですね。このウィーピングローズの軸はね、もう何年も経つとここはものすごく、もうこの木でも人間の僕の腕ぐらいの太さになってるんでね、こういうところやっぱりカミキリ入るんですよね。この上の方の2メーターの継ぎ位置の部分、ここにもちょっと薬かけとくと予防になると思いますのでね、葉っぱにもかけるけど枝にもちょっとかけとく方がカミキリの予防になりますね。この中のね継ぎ口がもっこりと太ってきてるんで、そこにカミキリが入るんです。テポムシがね。すごいな、もう青虫やら毛虫やらいっぱいおるがな。なんだかこの樹木につく毛虫やら青虫見てたら、バラの中レンジとかね、細帯とか可愛いもんやなって思いますね。はい。以上、今
今日は5月の中旬の、バラが咲いてる時の手入れでした。